皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日は部屋の状態でわかる波動が高い人と低い人の決定的な違い。これをやると引き寄せるものが変わりますということでお話ししていきたいなと思います。このチャンネルではいつも、スピリチュアルまたは宇宙の世界からですね、メッセージがいっぱい僕たちに降りてきています。そんなメッセージをわかりやすく皆さんにお伝えする。そして皆さんの人生、現実が変わっていくお手伝いする。そんなチャンネルでございます。興味あれば最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、波動っていうのめちゃくちゃ大切なんですけども、波動っていうのは僕たち人間ね、魂から出てる、バイブレーション、この振動ですよね。これは物からも出てますし、動物とか自然からも出ています。この僕らの魂から出ているこの人間の波動ですね。それが高いと、高いものが集まってくるんですね。この高いっていうのはやっぱり質が良かったり、なんか幸せ感があるとか安定しているとかっていうものなんですね。反対に低いものというのは恐怖だったり、不安だったり、怒りとかそういうものを持っててですね、またそういうものが集まってくる。だからなんとなくこう、いいものが集まってくるように、または自分が心地よいいい感じの状態にいるっていう時は、やっぱり波動が高い方がいいわけなんですね。だからこの僕たちっていうのは、少しでもこの高い状態に持っていくようにしておくっていうことが、すごく、自分にとって楽になりますし、いいことにもなってくるわけなんですね。ただ、僕たちこの霊能者から見るとですね、この人波動高そうだなとか、この人ちょっと今低い感じになってるなっていうのがエネルギーとかで分かったりするんですけども、普通の人ってなかなか分かんないじゃないですか。でも、この波動がですね、わかりやすく、そして自分でも簡単に、確認する方法っていうのがあるわけなんですね。それが今日お話しする部屋の状態を見るっていうことなんです。部屋の状態。自分の部屋の状態を見るのでもいいですしね、友達とか自分の好きな人の部屋を見に行ってですね、今この人こんな状態なんだなっていうものも、やはり部屋を見るとわかるということなんですね。で、部屋っていうのは、自分の部屋っていうのは、やっぱり長くいる時間じゃないですか。しかもこう、外に出てですね、疲れたり仕事をして疲れて帰ってきて、やっぱりリラックスしたりするとこなんです。だから結構解放されるとこなんですね。そこがですね、やっぱり波動が低かったりして、どんどんなんか疲れをさらに悪くしていったりですね、自分の悩みをどんどん大きくしていってしまう。そんな感じになってしまうとやっぱり良くないわけなんです。だからこれを部屋の状態を良くして、どういうものが高い、波動が高い状態なのかっていうのを今日お話ししますが、そういうことをちゃんと理解してですね、そういうふうにしておくと、自分の波動もそれにつられて、どんどん高くなっていって、そんなめちゃくちゃ努力しなくても波動が高くなって、そして自分の波動に合った高いものとか人が集まってくるということになるわけなんですね。はい。ということで今日はですね、部屋の状態でわかる波動が高い人と低い人の決定的な違いということですね。どこを見れば波動が高いか低いかがわかるかという3つのポイントを今日はお話ししていきたいなと思います。まず1つ目。1つ目は全体的に見て家の掃除の状態です。もうこれね、もうスピリチュアル的なものでよく言われるんですが、例えば家の中がすごくね、なんか最近家を片付けられないという若い女の子とかがいて、ね、すごくテレビとかですごいものとか、なんか食べた後のカップラーメンの後とか、そんなものがいっぱい部屋に落ちてて、自分が探したい、靴下どこ行ったかなって言ったら、もうゴミをこうやって探さないといけないとか、いうのありますよね。ああいう状態っていうのは結局自分の頭とか心の状態がそのまま現れてるってことなんです。部屋っていうのは、その状態によってですね、自分の考えとか、自分の潜在意識とか、自分のエネルギーと、一緒になってるわけなんですね。だから、私これの方が気持ちがいいんですとか言って、ぐちゃぐちゃの汚いところに住んでる人っていうのは、今その自分の波動が低くなってたりですね、または自分の頭の中がもうぐちゃぐちゃになってて何がいいのか何をしたいのか、はっきりしてないっていうことの表れでもあるわけなんですね。で、こういうふうにですね、物がすっごいいっぱいあって片付けられない。
っていう人いらっしゃると思います。まあ、こういう人っていうのはやっぱりね、いらないものとかどんどん断捨離した方がいいわけですよね。たまにいらっしゃるじゃないですか。この断捨離するのに、いや、これ捨てられない、あれも捨てられないとか、ああいう人っていうのはやはり、こう、いろんなものに対して不安があったりするんです。これを捨てたらこう思われるんじゃないかなとか、これはなんか、なくしたら困るんじゃないかな、後で必要になるんじゃないかなとかっていう、やっぱりそういう不安があったりする人が多いわけなんですね。はい。ですからそういう自分の不安、大丈夫だという、まあ、必要であればまた買えばいいというようなですね、考えをちゃんと持って、物を捨てていくということが大切になっていくということです。で、またこの掃除っていうのはね、実は、じゃあ、すっごく綺麗、ね、すっごくこう、綺麗に片付けて、もう、物も、地面というんですか、床には何もなくてすっごい綺麗な人っているじゃないですか。あれはね、その人が気持ちよければいいんですけど、でもあれっていうのは、自分の中にも、やはりちょっとやりすぎというか、世の中っていうのはそんなにね、きっちりきっちりっていう風にしちゃうと、どんどんそれに、また恐怖感を覚えたりするわけなんです。それが乱れていったりすることが怖かったりですね。あとは、多分、綺麗な部屋を持ってる人っていうのは、その、来られる人とか、一緒に住んでる人にも、やはり求めてしまうというものがあるわけなんですね。そうすると、自分は気持ちいいんだけども、どんどんその不安とか、なんでっていう恐怖心、怒りとかが出てきたりするわけなんですね。またこれが波動を下げてしまったりするということです。ですから、もちろん掃除の状態、きれいにして、整理整頓物がね、ごちゃごちゃしてないっていう状態は必要なんですが、ある程度、やはりきれいにして、掃除もしていくっていうような、このバランスがすごく大切ということですね。はい。ですから、すごくこういうスピリチュアルな話を聞くとさ、いや、部屋をすごく綺麗にしないと、私の家汚いんですよって言ったら、でもまあ、綺麗だよっていう人いるじゃないですか。そのぐらいでいいということですね。そのぐらいのバランスをとっておくことが一番波動が高いということですね。はい。そして、部屋の状態でわかる二つ目。二つ目は、水場の状態です。ね、お手洗いとか、手洗う、洗面所とか台所ですね。こういうお水を扱うところっていうのは、この排水管とかから負のエネルギーが上がってきやすいと言われています。で、この水場の綺麗にしたいなと思う人っていうのは、まあもちろんね、こういう、テレビとか見て、水場きれいにしておくこと、運を上げるために大切ですよって言われて気をつけてるっていう人もいるでしょうが、でもね、よーく考えてみてください。水場がやたら気になる。僕もね、トイレすっごくきれいにしときたいんですけど、トイレの便座とかがすごく気になるっていう人はですね、やはり便座から上がってくる負のエネルギーを感じていたりするんです。はい。ですから、それをどうにかしたいと思う気持ちからきれいにしていったりするということが多いわけなんですね。だから水場がきれいに、なんとなく、なんか知らないけどきれいにしたいんだよねっていう人っていうのは、その負のエネルギーを感じるほど自分の波動が高くなっているってことです。反対に、全然気にないより、トイレも1年前ぐらい、2年ぐらい前で洗ったことあるかなっていうような人っていうのは、それが気にならないほど自分の波動が下がっちゃってるっていうことなんですね。はい。ですから、水場をきれいにしておくっていうことが大切ですし、誰か家に行った時にトイレとかね、水場がすごく汚かったりすると、あら、この人ちょっと波動が低いのかなっていうふうに見ていってもいいかなということですね。そして3つ目。三つ目は、家の中にある自然とか木の状態を見るっていうことなんですね。もともとね、この自然、観葉植物とか、そういうものっていうのは、やはりこの僕たちに、自然っていうのは僕たちのこのエネルギーを良くしてくれたり、浄化してくれたり、バランスをとってくれたりするものなんですね。だからちっちゃいものでもいいので、家の中にやっぱり、そういう観葉植物とか植木とか、自然を置いておくと大切なんですよ。で、そういうものに全く興味ない、そういうの欲しくないっていう人っていうのは反対にエネルギーに対してちょっと違和感を感じててですね、自分のハードが低くなってたりすることもあるわけなんですね。反対に木とか欲しいんだよねとか大好きなんですってやる人っていうのは、もちろん今低いかもしれないけども高めていきたい。そしてこのバランスを良くしていきたいっていう、すごく、ポジティブな、前向きなエネルギーが自分の中に流れているということなんですね。はい。ですから、ぜひ観葉植物とかを家の中に置いといていただきたいんですが、この観葉植物とか自然がですね、やっぱり
自分の波動が低いと、なかなか枯れていってしまったりするんです。ですから、観葉植物を置いてもすぐに枯れちゃうんだよねっていう人っていうのは、実は自分の波動が低くなってるっていうことなんですね。で、反対に、いやー、すごく、そんなに気遣って育ててないんだけども、すごく艶があってですね、元気なんだっていう人っていうのは、やはりその人のエネルギーも波動が高くなっているということなんですね。はい。ですから、この掃除の状態、水場の状態、そしてその家にある植木とか自然の状態ですね。そういうものを、見ていく。そして自分が高い波動にしておきたいな、家の中波動高いようにしておきたいなと思うと、この辺を気をつけるといいということですね。まあね、最初ね、このように自分の部屋の波動を高めるということをやってください。でそうするとですね、どんどん家の波動は良くなってきます。部屋の波動がね。そうするとね、ちょっとね、違和感を感じるんです。自分がまだそこに追いついてないから、自分の波動とその場の波動のギャップみたいなのができて、なんか落ち着かないなとか、なんかちょっと違うなっていう感じになるんですが、安心してください。これが1週間くらいしてくると、どんどん、その場所のいい波動に自分の波動が、合わさっていくんですね。上がってくるというかな。そうすると、なんか気持ちいいな。これすごくいいじゃんっていうような感じになるんです。そこまでぜひやっていただきたいわけですね。このように、周りでも、その部屋の波動に従ってですね、自分の波動が上がってくると、やはり引き寄せられるものも変わってきてですね、自分の現実の社会が、なんでか知らないけど、いい人が集まってくるのいいものが集まってくるんだよね、ラッキーなんだよね、というようなことが起こりやすくなるということですね。はい。なので、ぜひ部屋の状態を見てですね、常にチェックしながら、そして誰かの部屋を見たときも、こんな感じなのかなっていうような確認しながら、やっていただければいいかなと思います。このチャンネルでこのように、スピリチュアル、または宇宙からのチャンネル、メッセージ、またはそれを詳しくお伝えしたりしています。そういうことに興味があればですね、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。そして面白かったって思った人はですね、ぜひコメント欄にミラクルラブって書いていただければ嬉しいです。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。